皆さん、バッパー翔太でございます。前回なんですけど、ついにね、電気システムの方が完成しました。大変な仕事でしたけど。時間かかるですね。楽しかったです。どうですか？いや、めっちゃ面白かった。はい、でも今日一番楽しみの日ですね。そうなんですよ。今日がね、このね、今まで頑張ってきたやつの結果が全部見れるとこなんで、めちゃめちゃ楽しみなんですけど、ついに、この電気システムちゃんとバッテリーちゃんをつなげてあげようかなと思います。つなげてみて、この電気に電気が通った中で、次ね、こんな感じで、今回、ビクトロンさんのこのタッチパネルでね、全部このサニーさんの電気が管理できるようになってます。はい、バッテリーちゃんがついたんで、今から、2直3並列につないでいきたいなと思います。で、まあ、並列のケーブルは全部エクザク同じサイズにはできないです。さて、こんな感じで2直3並列でつながりました。これの片一方のポジティブともう片方のマイナスを取って電気につなげるって感じです。はい。はい。ということで、ここに IH が来ます。はい。これ水回りのところなんで、水がね、アウトサイドシャワーのこの配管が通ってるんですけど、もし水が漏れた時のためにアースとかもつけて、まあ基本これ使う時以外はオフにしとこうかなと思ってます。さて、運命の瞬間でございます。スイッチをシステム全体のスイッチをオンにする時です。これがもう運命の瞬間です。もしかしたら爆発するかもしれないし、もしかしたらうまい子でいいかもしれません。運命です。やばいですね。Fingers crossed、できます。誰しますか？誰がしますか？ルースさんかショートさん？正直私ちょっと緊張する。そうですか。ショートしたいですか？ OK、 ちょっと怖いですけど、手袋も履いてしたいなと思います。怖い。大丈夫ですか？大丈夫です。全然大丈夫です。ショートは信じてください。OK。ということで、運命の瞬間です。グラブズオン。ルースショートはめちゃめちゃビビってます。はい、イレクティスショック欲しくない？はい。OK、ちょっとオンにしますね。OK。頑張ってください。緊張する。怖い、めっちゃ怖い。正直めっちゃ怖い。大丈夫。しました？ Yes. So nothing happened. どういう意味？おー、電気来た。電気来てます。チカチカ。あ、そうですか。はい、見たい。おい電気見れる。見てください。この辺めっちゃ光ってます。ここも光ってるし、ここも光ってるし、この辺も光ってます。おー、いいですね。はい。Wow, so exciting! このインバーターちゃんね、インバーターちゃんまだオフなんで、これをオンにしてみてどうかみたいな。Wow, めっちゃ怖いで、ルースさん。はい。Big boy in the system。はい。一番大きい子なんですけど。何する？オン。OK、ショット。まあ一応オンとオフとチャージングオンリー、充電オンリーで選べるんですけど、オンにしてみます。お、できない。Nothing happened。something happened。来ました。インバーターオンになっております。電気来ました。電気来てます。いいですね。はい。まあ、これ赤いランプは多分あかんと思います。放電しすぎ、ローバッテリー、テンパーチャーとかね、熱くなりすぎとか多分そんな感じだと思うんですけど、まあいい感じです。はい。ということで、こんな感じで、今のところは正常に動いてくれております。次ね、こんな感じでタッチスクリーンがあるんで、このタッチスクリーンをつけてみてどんな感じになるか。まあこのタッチスクリーンでね、まあいろんなもんが見れるらしいんですけど、どんな感じでしょう。で、このセルボちゃんにつなげます。そう、皆さん、こんな感じで今スクリーンに、電気システムの全てが映ってます。はい。で、基本的に、まあここが今バッテリーの残量があって、今 99% ありますって感じです。で、まあ DC パワーなんで、12V 使ってる時のパワー、バッテリーからこんな感じで、12V 使ってますよ。これめっちゃいいね。このなんか流れてるの。電気こっちに使ってますよ。みたいな感じでね。で、これ多分今のところ何も繋げてないんで、システムを動かすのに 32W 必要ということで、こんな感じでシステムに流れてます。で、これがソーラーですね。今だソーラー、外出てないんで、ないんですけど、ソーラーなんぼ発電してるのか。で、これが、家庭用のコンセントを使った時になんぼ使ってるのか。今使ってないんで 0W。で、ここは多分ね、インプットなんで、家庭用のコンセント差し取った時になんぼ、出るのかみたいな感じです。で、こんな感じでスクリーンも見れるんですけど、まあ、この辺にね、壁とかにまた後でつけようかなと思うんですけど、この携帯とかでもね、見れます。携帯とかも見れたり、あと何でしたっけ？パソコンとかでも見れます。今、
99.4% ありますんで DC32W 使ってますみたいな感じで、まあバッテリーの、テンパチャー何度ありますよとか、はい。でこの電気システムのいいところは、水量計にもなって給水ウォータータンク今 0%、でグレータンク排水も 0% タンクの、水量計にもなります。そうこんな感じでねグラフにも、なってて、もうめちゃめちゃ細かくグラフになってて、例えばソーラーで1年でどれだけ発電してるのかとか、何月にめちゃめちゃ発電しとって、何月にめちゃめちゃ発電してないのとか、この中の電気を、何月にめちゃめちゃ使って何月にめちゃめちゃ使ってないのとか全部見れますんで、まあ昨日オーブンで何ワット使用したのとかも全部こうグラフでね、見れることになってます。ということでめちゃめちゃありがたいです。これでね、日本は何月に一番太陽発電してるのかとかも見れるの楽しいですね、ルースさん。楽しみ。ショーター最近データめっちゃ好き。データめっちゃ好きです。ショーター多分 wrong career. You should be a data analyst. ほんまに rather than doing YouTube. ですね、ソーラー使ってこうエアコンとかもね、夏どれだけ使ってるのかっていうのも見れるし、夏と冬どっちの方が電気って使うのかなとかも、全部これで見ることができます。すごいシステムですよ。はい。Such amazing technology. で、他、これね、めちゃめちゃいいのが、セルボって今さっきあったマシンに SIM カード入れることができます。で SIM カード入れたら遠隔で操作もできます。例えばこのインバータースイッチオフ忘れてましたとか、じゃあ遠隔でスイッチオフもできるし、でこのバッテリーシステムどうなってるのかっていうのも、インターネットあるところ、多分もしイギリスとかメキシコどこにおってもこのサニソの中の電気システムが監視できるって感じです。でまあ問題が、例えばショータとルースどっか夜お酒飲みに行きます。はい。で、飲んでる時に電気システムになんか問題があるってなったら、このメールか、ノティフィケーションで通知で送ってくれて、サニー、電気問題ありますみたいな感じで通知もしてくれるんで、もう安心です。はい、やばいね。一番楽しみ、例えばハイキングの時、何ワットソーラー今日ありますか？そうやね。アプリでチェックできます。アプリでもチェックできます。はい。まあ SIM カードが付けれるんで、でまあ GPS も付いてるんで、このサニーがどこに、この電気システムがどこにあるかっていうのもこの携帯でわかります。例えばなんていうんですか、サニーさんが盗まれました、ストーレン、はい。盗まれたってなった時もサニーがどこにおるのかっていうのをこう携帯でこう GPS で監視できるっていう感じです。あとできるのって言えば、例えばね、僕たち海外行ってめっちゃ噛んでるやんで、僕たち海外行ってでサニー運転しませんってなった時に、やっぱり運転しなかったらメインバッテリーのバッテリーが上がったり、前のねサニー全然運転できてなかったからバッテリーめちゃめちゃ上がってましたね。そんなんも防げます。もしこのメインバッテリーのバッテリーがすごい下がってきたら、こっちのサブバッテリーからなんていうんですか、電気を共有してこっちに足してくれるみたいな感じなんで、海外に3ヶ月、4ヶ月、6ヶ月もし運転しなかったとしても、こっちの電気、サブバッテリーからメインの方に電気を流してくれるっていう感じです。続きましてですね、このサニーさんにこのね、ルービーさん、これフィンランドの会社なんですけど、ルービーさんのこのテンパチャーセンサーをね、取り付けていきたいなと思います。このテンパチャーセンサーはものすごいです。こんな感じでね、開けると、白いこのテンパチャーセンサーが、温度、それから湿度、気圧、あと揺れも測ってくれるって感じです。ということで、まあこれ僕ら3つと、これが防水タイプなんで、1つ防水タイプで4つあるんですけど、1つ、冷蔵庫の中、1つ、バッテリーの中、1つ車内の中、1つ防水のやつが車の外に取り付けるんですけど、アプリとかでもつなげれて、今20度で湿度が 49% で、これがムーブメントなんでね、何回動かしたのかっていう感じです。でこのムーブメントがあることによって、例えばね、僕たち外出してる時になんか誰かが勝手に入ってバスがバーンって揺れたとしたら、ムーブメントが動いて通知してくれます。ということで、誰か泥棒入ってもこれでわかるって感じです。でなんでですね、こんな感じで、一個一個、あるんですけど、これに、ね、名前とかつけてあげることもできます。結構英語なんですけど簡単にわかりますね。でこんな感じで名前、例えば、ルース1でつけることでできます。でこんな感じでルース1ってつけて、でこれでね、アラートなんでテンパチャー、例えばテンパチャーが何度に落ちた時に通知してくれるとかもできます。で湿度、気圧がどれぐらいになった時に、通知してくれるとか、あとね、ムーブメントオフなんで、これを
オンにすると、なんか動いた時に通知してくれたり、誰かが勝手に入ってバスが動きましたっていう時に通知してくれたりみたいな。まあ湿度とかもね、わかるんでめちゃめちゃいいです。前まではこれを使ってたんですけど、これグッバイです。はい。グッバイね、これからは、ルビーさんを使います。でね、この、テンパチャーセンサーを一つね、このバッテリーエリアにつけるんで、このバッテリーエリアにつけることによって、このビクトロンのね、商品とコネクトできます。コネクトすることによって、例えば、まあ、バッテリーの温度が30度以上超えたら、僕らこれから後でね、バッテリーの部屋を作って、換気扇、ファンをつけます。ファンをつけることによって、何度に行ったらファンを、熱い空気を外に逃がしてあげたり、冬の寒い時、何度まで下がったら、中にある暖かい空気を中に入れてあげて、バッテリーの中を、暖かくしたりっていう感じにもできます。まあ、結構ね、ペットの部屋とかに使われてたり、ペット、なんかどっかに、ペットの部屋があって、ペットの部屋の温度とか湿度とか測ったり、あと、ベジタブルガーデンとかね、これプラントの横につけて、プラントの横は、湿度、なんぼなのか、ヒューミリティ、湿度と気圧とか温度とかも、植物の横につけて、アプリで、検査、チェックしたりっていう感じです。まあ皆さんもしこれ、興味ある方は下にね、概要欄に貼っておくんで皆さん見てください。めちゃめちゃいいです。で、いや、ほんま、こんなビクトロンのシステムなかっても、アプリでこれだけ単体でいけるんで、もう超おすすめです。こういうのしたい人ね。多分ペットとかめちゃめちゃいいと思います。どう思いますか？キャンピングカーで結構ペットと一緒に来て、で、ショッピング行きますとか、どっか行った時に、キャンピングカーの中に犬をおりますっていう時も、湿度とか気温とかもチェックできるんで、はい？そうですね。一番便利もの、多分ケーブル必要ない。あ、そうやね。Bluetooth で全部操作できるんで、これは、この、なんていうんですか？ルビーさんのテンパチャーセンサーは、このビクトロンさんの Bluetooth でコネクトできるんで、ケーブルがないんで、ケーブルレスです。はい。そう、今から全部準備しました。そう、テスティングタイム。緊張一瞬です。まあ、システムは動くんですけど、実際にね、コンセント取り付けたんで、コンセントから電気が来るのか、ソーラー充電してるのか、走行充電してるのかっていうのをちょっとチェックしていきたいなと思います。楽しみですね。一番楽しみ、ソーラー。ソーラー、今日めっちゃ晴れる。はい。そう。晴れですよ。晴れあります。楽しみ。チェックします。サニー出しますか？ Yes。はい。OK。やばいよこれ。絶対掃除しないといけない。久々のサニーさん外なんですけど、まあ今日はめちゃめちゃ晴れっていうことで、早速一番初めに一番気になってたソーラーね、どれだけ発電するのかっていうね、ちょっとチェックしていきたいなと思います。OK？ OK。そう、ソーラーなんですけど、一応ねスイッチ、あるんで、これをオンにすると、発電するって感じです。ということでルースさんスクリーン見とっていきますよ。スイッチオン。さてどうでしょうか、ソーラー来る？まだ。全然来てない。Nothing coming。99% やから充電するかな。99ならするでしょう。お、来ました。お、19、27。あ、ということでこれ見てください。充電してます。あれ少ない？お、1000来たな。1000。1000来たな。1100いったな。Okay, that's good. First step is good. That's 一番楽しかったモメント。はい。Wow, that is so incredible. Oh, so happy with that result. Jamal, it's a good amount of solar. What do you reckon? めっちゃいいです。まあちょっと電線とかでも影もあるんで、それでもこの量なんでめちゃめちゃいいと思います。そう、今なんですけど、チャージングストップしてしまいました。これは壊れたわけでもなく、多分バッテリーちゃんがもうお腹いっぱいなんで、フルなんでストップチャージングっていうことで、ちょっと電気使ってあげないとこうテストできないということで、とりあえずね、ブレーカーつけたんで、コンセントから電気出るかっていうのをちょっと確認してみたいなと思います。 OK？ で、今回ね、ここが僕らの AC のブレーカーボックスでございます。ということで、漏電ブレーカーオンにして、で、キッチンのとこ使いたいんで、キッチンのとこのブレーカーをオンにします。で、ちょっと電気来てるかどうか確認します。コンセントにぶち刺してみて、この電気ちゃんがつくかどうかチェックしたいなと思います。
いくでルーさん。おー、楽しみ。運命の瞬間です。おー、もうついてるやないですか。めっちゃいいね、コンセント。見て。最高です。はい。こんな感じでコンセントにぶち刺したら、すごい。はい、AC ロード 32W ということで今 32W 使ってます。で今使ってます。でソーラーから入ってきて、ソーラーのやつがバッテリーに来て、バッテリーからインバーター通って、コンセントにつながってるって感じで、ということで電気は今ソーラーで動いてるって感じです。めっちゃいい。はい。Amazing. Okay? So cool. ナイス。続きましてランチタイムっていうことで、ソーラーのエネジーを使って熱々コロッケを食べれるかどうかっていうねちょっとチェックしてみたいなと。もうランチタイムなんでね、熱々コロッケ食べたいです。トニーおるときはずっと半額いっても冷たかった子ね、ルーさん。はい。ということでオーブンを使って熱々コロッケ食べれるかチェックしてみたいなと思います。やばいよ。オンしました。あれオーブンつかないです、ルーさん。あれなんかおかしない？あ、これ開けたらつくパターン？こんにちは言うてくれました、ルーさん。おお。ということでついております。運命の瞬間です。熱々コロッケが食べれるかどうかっていうのをちょっとチェックしていきたいなと思います。これ取ってやね、ルーさん。あ、食べてそうね。はい。で、コールドコロッケが入ります冷たいコロッケ、それからレンジを押して、レンジ加熱温めです。はい、現在の設定温度は80度です。80度でいいんかな。プラスボタン、マイナスボタンで設定温度の変更ができます。はい、スタートボタンで加熱を始めます。レンジ加熱温め設定80度で動いてます。 Wow, it's すごい working. 熱々コロッケできる No, か。 there's no fire or anything. はい Perfect. お、見てください。 We are using 1000 watts。 1000 watts Renji. レンジで1000ワット使ってます。 Wow. はい。という面ことでバッテリーからレンジの方に行ってます。おお、ソーラー来ました。ソーラーから700、お、1000ワット来ますか。白い。すごい。It's powered by the solar. おお、ソーラーで補われてますよ、このエネジー。はい。最高。ソーラーの方が上ですよ、ルースさん。Wow, こ incredible. れはすごいわ。ソーラーで電子レンジ全然動いてますって感じです。プラスまだセービングもしてますよ。We are saving. 熱いので取り出しに注意してください。わかりました。熱々コロッケできてるでしょうか。おお、熱々コロッケ湯気出てますね、ルースさん。見て。熱いですか？熱い。Oh yeah, 熱い。熱々コロッケや。すごい。That's so exciting. わあ、これは楽しいですよ。これソーラーの力で熱々コロッケの出来上がりです。ということで続きまして、ルースさん何食べる？昼ご飯。私のお昼ご飯とスムーディーです。スムーディー、OK。じゃあミキサー。Okay. Okay. So you should do mixer. No、ルースさんミキサー、はい、try。Okay, so スムーディはいー作りました。はい Well, ingredients. So はい今日のスムーディーは生姜とほうれん草とキウイとバナナと OK 豆乳です。わかりました。Okay. So 使えるでしょうか。このミキサー大抵400ワットぐらいはい使います。Okay? Let's see。ちょっと緊張する。緊張する。あれあれ。おお。ミキサーも使えてます。ミキサーめっちゃ早い。終わりました。終わり。多分20 seconds。ミキサー全然大丈夫。300ワットだけです。あ、そうですか。オーブンの方がごっつい。オーブン、はい。はいでも今日レンジ。でもオーブン何もぐらい。ああ、どうかね。後でチェックできる。OK。 Wow! This is incredible! Can make a smoothie! いただいちゃってください。いただきます。 Lunchtime! はい。乾杯！乾杯。 Lunchtime でございますまだテーブルとソファーがないんですけど、めっちゃちっちゃいデスクに This is so exciting! はい I am so excited to eat い this. ただきます。熱々コロッケ。わおお、熱々ですねこれ。Wow, perfect! うまい？家と同じ味。うまい？ちょっと It's hot enough. 熱々コロッケほっかほかです。うまSo you can eat like anything っ。 now. ソーラーエネルギーで。 Proper kitchen. Yeah. コロッケがいつも以上に美味しいなんだやろ。 Oh, it's so exciting to cook in the van. It's Listen. so cool. Imagine like down at the beach, 多分ビーチの近くsurf して、それから帰って、それからめっちゃ美味しいスムーディー、多分、なんちゅう、
駐車場の近く、果物を使います。最高と思いまどうですか？よかった。す。道の駅めっちゃ自然、野菜と、食べ物買って、それから美味しい料理何でも作れる。できます。はい。信じられない。やばいよその言い方。めっ皆さん私のスマイルを見れますか？ちゃ喜んでますよ。わー、めっちゃ嬉しい。美味しすぎてちょっとコメントポロって配分間違えてもったらコメントが残ってもと。あとしたいのはこのビールサーバー置きたいなと思ってます。コメント見ました。なんで普通タップ作りました？多分生ビールタップ必要。そりゃそうですよ。ビールサーバー置きたいんで皆さんおすすめのビールサーバーとかあれば教えていただけたら最高です。まあビールサーバーこの辺どっかしもってビール飲む時にこう持ってきて差し込んでみたいね。やばい。ここまたAC のプラグが来るんでこう差し込んで飲めるみたいな。どうですか？最高ですってそれ。電気ね。あまりにもまだバッテリーの中余ってるんであんま寒くもないし暑くもないんですけどエアコンつけてみますかルースさん。オッケー、リモートありますか？リモートどこ行った？全然使ってない。ありました。ということでエアコンもついてます。おお。通常にナイス。どっちする？冷房か暖房。暑くもないし寒くもないんやけどどっちがいいルースさん？コールド OK。ルースさんコールド好きやからエアコン28度。一番コールドまでしてみます。17度プラス風量強。おおいきなりコールドエア来ました。エアコンめっちゃ少ない。1370ワット。いや、少ないですね。わお、多分夏時エアコン最高と思います。最高。エアコンあんまり使わんないな。Especially if it's solar. Imagine directly coming from the solar. ソーラーエネルギーでこの中を寒くするという。続きまして家庭用のコンセントで充電してみたいなと思います。いけるかどうか。インプットのブレーカーもオンにします。で、どれだけチャージしてるのか。Oh, we've got some action here. Oh, yes. 1180来たぞ1164。まあまだ 94% あるからこれだけしかもしれん。もっと上がるか。こんな感じで家庭用のコンセントから電気が流れてエアコンとエコフローさんチャージしてるんで流れてます。上がっていく？ Wow, amazing! あれ影か。あ、来た。ソーラーさんも来ました。3050。やばいぞ。1200ワットにソーラーの1200が来た。2400でやばいでそれ。もしかなったらお、方向が変わりました。バッテリーの方に次はチャージされていってます。はい。 Wow, incredible! Solar 今ちょっと曇りになりました。多分500上がってきた。残念ながらソーラーもう隠れちゃってるんでソーラーあんまりできないんですけど、次走行充電も一緒にやってみたいなと思います。はい、運命の瞬間です。 OK、 走行充電もしたらどうでしょうか。見てみます。そう、現在なんですけど走行充電も動いております。 DC パワー、360-371ワット、バッテリーに入ってきてます。でからソーラー影なんで今全然560なんですけど、この2つがバッテリーにチャージされてるって感じです。そう3つ一気にチャージできるところ今1500円、1400、1400、1552。まあなんていうんですかね、95%、100% に近づくにつれてチャージングがちょっと遅くなるんで、その影響で、チャージングが遅くなってるのかなと思います。まあ普段このバッテリーの数値が80とかもっと下50、40、30とかやったら、まあ0まで使えるんでね、0とかやったら、このショアパワーが1500までいって、で、まあ DC パワーマクシマム一番最高で400いって、でソーラーも1200ぐらい、1200と1500で何ぼや2700プラス、DC パワーが400近くなんで、まあ3100ワットぐらい入るって感じですかね、マックス。すごいシステムです。
そう、今ちょっとセッティングも終わりましたということで、温度計ね、冷蔵庫の中、21度、冷蔵庫つけてないんで21度で、今エアコンめっちゃつけてたんで、このバスの中17度、16度セッティングしてめちゃめちゃ寒いです。でこの 40%、55% はこれは湿度です。湿度 55% で、冷蔵庫の中は 40% で、外は19度です。車の下につけてます。で外は 51% で、バッテリーエリアね、バッテリーエリアちょっと熱くなってきたかね、18度で湿度が 51% ってこんな感じです。はい、ナイスの Yeah, amazing. Nice to see ということで今回なんですけど、ついにサニーさんがこの太陽の力を得て、全部システムが回るようになりました。サクシード、ビッグサクシード、はい、めっちゃ嬉しい。ナイスです。ということで、このソーラーエネルギーを使って僕たちはこれから生きていくです。はい、はいサクシードということで皆さん、長いご視聴ありがとうございます。電気システム長かったですね、はいついに成功しましたという動画です。アディオス皆さん。